んにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30、検証編です。今回は普段の縛りプレイ動画ではなく、軽い検証の方を行っていきたいと思います。プレイしてる時と諸々情報を調べてる時に感じた違和感などから、たまに調べてみる系のやつ。ということで今回の調査対象はこちら。サイズ差補正です。スーパーロボット対戦では機体のサイズが人間レベルのものから戦艦レベル、はたまた銀河系レベルに大きくなることがあります。これに対して一律ダメージじゃダメだよねっていうことで設定されているものです。第2次スーパーロボット対戦アルファあたりから導入されたシステムで、だいたい1回は鋼鉄ジーグの火力の低さに泣いたことあると思う。そんなこのサイズ差補正。小さい機体から大きい機体に攻撃するとダメージが減る仕様と、大きい機体から小さい機体に攻撃するとダメージが上がる仕様があります。スパロボ V あたりからこのダメージの補正大きくなってないかなど色々思うことはありますが、とりあえず今回ちゃんと確認したいのはこれ。スパロボ13によダメージのサイズ差補正があるのかないのかについて。まあなんでこんなことを言い出したのかと言いますと、スパロボ13の縛りプレイをやる上で、諸々の補正値知っておきたいなぁと思い調べてると、なんか大体の攻略情報を載せているサイト、ウィキなどに、スパロボ30では最終比ダメージのみ補正されるようになったって記載があったためですね。第2次アルファ以降の作品の多くでは時期と敵のサイズ差により最終比ダメ、余ダメも補正される。この前提の記載があって、スパロボ30では非ダメージにのみ補正されるようになったと書かれていたので、大きい機体から小さい機体に攻撃した時の余ダメージ増加の補正がないということをちゃんと確認したいと思います。ちなみに体感は余ダメ補正ある。ドライストレーガー見てる限り。ということで2パターンほど試してみて、ダメージを見てみます。まずは同じ敵に対して、機体サイズのみ条件が違う状態で攻撃し、確認してみます。射撃近くとうちも同じにしたかったんですが、ちょっと位置だけ差が出ています。そしてもう一つ。攻撃側は同じで、攻撃を受ける側を変えて行い、数値を確認してみます。この2パターンを確認して、機体サイズによるダメージの差を見ていきたいと思います。ちなみにサイズ差補正無視というスキルがありますが、こちらは小さい機体が大きい機体に対して攻撃した際、ダメージが減る仕様をなくすというもの。今回は無関係のものになります。それではどうぞ。まずは最初のパターンから行きましょう。機体はドライストレーガー。サイズは 3L です。そして武装は攻撃力3600のミサイルキャニスターを使用します。パイロットの三つ葉はこんな感じ。気力102、射撃値は189です。ちなみに使用しているデータは適当に残っていたデータを使用しています。比較対象としていくのはセンドルグ。機体サイズは 1S です。武装はミッシレジャベリンを使用。攻撃力を3600に合わせています。パイロットはこちらのアディ。使用していなかったためレベルが低いですが、射撃値をパイロット養成で持っています。先ほど言ったように1だけ射撃値が高くなってしまっています。攻撃対象はこちらのゲドばっか。機体サイズがセンドルグと同様の 1S なので、サイズ差補正無視を持っていなくても火力は下がりません。底力、その他防御技能の発動はなしです。ということで2つ続けてみていきましょう。まずはドライストレーガーから。艦長、前方の目標群を叩きます。ミサイルキャニスターを使います。了解。ミサイルキャニスター攻撃用意。援軍の要請を。続けてセンドルグ。サイズが余ダメに関わらないなら同じぐらいのダメージになるはずです。私たち戦争を止める
よっしゃ発射だ。こちらの動きを読まれただと。ということで大対戦前後のダメージ差です。第2次アルファ、第3次アルファ、Z シリーズでのダメージ補正が、機体サイズ1つにつき 10% ダメージが変化するという話なので、4サイズ分違う 3L だと大体 1.4 倍になるはず。レンドルグの出したダメージ、3004を 1.4 倍すると 4205.6 なので、まあ大体 1.4 倍ぐらいのダメージが出ていそうです。これを見る限りは、よだめにサイズの補正入ってそう。それじゃあもう一個のパターンも見てみましょう。使用するのはまたもやドライストレガー。機体サイズは 3L です。そして今回使用する武装は艦視超大型重粒子砲。攻撃力は6700と、無改造でも高火力です。そしてパイロットの三つ葉はこんな感じ。先ほどのものよりレベルがめっちゃ上がってます。エースボーナスは時期に関わるものではないので割愛。そして今回攻撃の対象となるのがこちらのウルガル機動兵器。機体サイズは M、装甲は2120。パイロットの気力は110、防御値は190です。そしてもう一体がこちらのウルガル艦艇。機体サイズは 2L ですが、それ以外はウルガル機動兵器と同じです。パイロットも同様に差異なしです。この時のダメージを見ていきましょう。ここよりウルガルを進ませてはなりません。主砲発射最終段階へ。防御シャッター下ろせ。主砲車線上に味方機を認めず AG ブレーキ作動。発射5秒前。3、2、1。撃て。それでは最後にもう一回、ウルガル艦艇に対してです。サイズでよだめが変化しないなら、こちらも変わらないはず。ここよりウルガルを進ませてはなりません。 MMFA ファイナルシーケンスへ移行。味方機車線上からの離脱を確認。エネルギー充填 100%。 主砲発射5秒前。3、2、1。撃て。ということでこちらもダメージに差が出ました。先ほど同様、以前までの数値で 3L の機体がそれぞれ M、2L の機体を攻撃した場合の補正がこちら。どちらも当倍ダメージではないですが、2つの差は 1.2 倍の差があるはずです。そして2つのダメージ差はというと、まあ大体 1.2 倍差なのがわかりますね。ということで大まかに結論。スパロボ13にもサイズ差でよだめに補正はあります。見ている限りではサイズ差1つにつき 10% 上昇といった形ですかね。まあ試行回数少ないので確実ではないけど、おおむねよだめ補正がないとは言えない結果だと思います。まあ正直プレイしててもドライストレガーとかゲッター露骨に火力高いなって思うし、サイズ差が関わってるよなとは思ってました。というかなんでよだめ補正がないって話になったのか気になる。実はアプデでひっそりついてたとかそういう話だったりします？ということで今回はここまで。今後も気になったことがあったらたまに検証していきます。
他にも何か気になってる仕様などなど、調べてほしいことなどあったらコメントお願いします。気が向いたら調べるかもしれません。またスーパーエキスパートプラスの縛り実況も続けていくので、チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかもよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。